わしじゃ、浮見堂魅力じゃ。この動画では、最近わしがメインで使用しているマルチレトロゲームコンソール、ポリメガについて具体的に紹介していくのじゃ。今回は、主に2025年10月22日に急遽リリースされたハームウェアバージョン 1.137 について解説していくのじゃよ。あくまで個人的な考察や感想なので、その旨はご了承いただいた上でご視聴いただけると幸いじゃ。なお、ポリメガって何と言い方は、過去の紹介動画を見ていただくことをお勧めするのじゃ。公式サイトのリリースによると、今回の更新内容は、プレローンチのレトロガンこと GC01 の互換性と安定性の改善、そしてメガドライブおよびメガ CD のゲームでスローモードを使用した際のオーディオ問題修正となっている。まだ発売前のレトロガンじゃが、メディアやインフルエンサーには発送されているらしく、いくつか不具合の情報も報告されている。正式な発売に向けて、それらの問題点を修正したということじゃな。とはいえ、レトロガンの発送時期は2025年12月と延期されたようなので、おそらく年明けになるのではないかとわしは予想している。まあ、ポリメガのハードの遅れはいつものことなので、気長に待つしかないな。そして、メガドライブなどのスローモードでのオーディオ問題というのは、そもそもわしも気づいていなかったので、何がどう修正されたのかは不明じゃ。まあ、修正されたのであればよかったのじゃよ。あとは、ローカライズ、データベース、UI に関する様々な問題を修正、とある。相変わらず具体的な修正内容は記載されていないので、何がどう修正されたのかが全くわからないのじゃよ。例によって、いつも通り人柱として早速わしがアップデートを実施してみたのじゃ。システムメニューから設定、システムを選択し、システムアップデートをチェックする。インターネットにつながっていれば、バージョン 1.137 が利用できることが表示される。この辺の処理は待つだけなので、だいたい5倍速くらいでお送りさせていただくのじゃよ。前回と同じく、アップデートは安定しており、再起動後も特に問題はなさそうなのじゃ。ただ、今回もほとんどのユーザーには関係ないアップデートなので、急いでアップデートしなくても良いと思われる。とりあえず、海外勢の情報から
たり2600のバトルゾーンというタイトルのジャンルがシューティング 3D からシミュレーション戦車ヘリコプターに変更されたことは確認できたらしい。それ以外には目立った変更点は判明していない。国名館とカゲロウのサムネイルが逆なのも修正されていないな。あとは複数枚組ディスクの一部が非表示になってしまっている問題も未修正じゃな。セガサターン版のタイムギャルの表示も直っていないのじゃ。設定画面関連も一通り見てみたが、特に変わったところには気づかなかったのじゃよ。修正するのは良いのじゃが、もう少しどこをどう修正したのか詳細を記述してほしいものじゃな。というわけで、アップデートの話だけだと中身がスカスカですぐ終わってしまうので、最近発売されたポリメガコレクションのボリューム13とボリューム14について少し取り上げるのじゃよ。結論から言うと、両方とも翻訳や表示などのミスが多く、正直なところ少し残念というのが主観じゃな。まずはボリューム13の戦木ブレードじゃ。最強の戦木シリーズを中心にジャレコのタイトルなどをセットにした内容となっている。まず戦木ブレードじゃが、北米版のタイトルがこの通りターボ坊主転売というおかしな翻訳なのじゃ。紹介文も伝来魔境とか固有名詞の翻訳がおかしい。北米版なのでタイトル名は伝来が正しいと思うのじゃよ。そしてなぜか日本版のタイトルが伝来となってしまっている。つまり
北米版と日本版のタイトルが逆になっているのじゃ。サムネイルは合っているのじゃが、日本版の方の紹介文ではちゃんと戦国ブレードと正しく記載されているのも不思議じゃな。同様に戦国エースも北米版と日本版両方ともタイトルが戦国エースになっている。本来はサムネイルの通り北米版はサムライエースのはずなのじゃ。北米版は紹介文ではちゃんとサムライエースになっているんじゃよね。そしてキメラビーストもタイトルがビーストキマイラと豪快に間違えている。これだと仮面ライダーウィザードに出てきた怪人になってしまうのじゃよ。こちらも紹介文ではちゃんとキメラビーストと表記されているだけに残念じゃな。ドラゴンブレイズもこちらは日本版なので本来はタイトルも英語ではなく日本語が正しいと思う。電セイビルも日本版の未収録なのにサムネイルはセントドラゴンと海外版になっているのも違和感があるのじゃ。さらにボーナスタイトルとして収録された西遊記ワールド2の表記もおかしい。日本版はその名の通り西遊記を題材としたアクションゲームでこちらの表記は問題ない。ただ北米版として発売された際には西遊記ではなくネイティブアメリカンを題材とした別タイトルだったのじゃが日本版と同じタイトルになってしまっている。紹介文は正しいのにこちらも残念なのじゃ。最後にセガサターン版の戦国ブレードじゃがこちらもタイトルがおかしい。本来は日本版の収録なので戦国ブレードであるべきじゃが英語になっている。しかも英語のタイトルも間違っていて正しくは現代戦国エースエピソード2なのじゃよ。せっかく限定版のスペシャルディスクまで収録しているのに全体的に記載というか翻訳が雑なのがかなりもったいないのじゃ。ボリューム14のアスチュアナクスも同様じゃ。こちらはザ・ロード・オブ・キングなどジェレコのタイトルを中心とした収録となっている。そしていきなりメインのザ・ロード・オブ・キングのタイトルが北米版であるアスチュアナクスと逆の表記なのじゃよ。サムネイルは正しいのになんで逆になるのじゃろうか。
そしてこの信玄こと武田信玄もおかしい。収録タイトルとしては日本のアーケード版武田信玄なのじゃが、タイトルは北米版の信玄サムライファイターになっている。さらに実際に起動してみると、中身も武田信玄ではなく北米版の信玄サムライファイターなのじゃよ。なのでこれは収録すべきタイトルを間違えている可能性が高い。本来日本版と北米版どちらを収録すべきだったのかはわからないが、少なくとも現在は日本のアーケードタイトルとして北米版が収録されている状態なので、せめてどちらかに統一してほしい気はするな。続いてはソルディバイドじゃ。こちらも北米版と日本版両方が収録されているが、どちらもタイトルがカタカナでソルディバイドになっているのも気になる。北米版は英語表記であってほしいと思うのじゃよ。さらに日本版を起動してみると、会話シーンなどが英語になっており、内容が北米版になっている。収録タイトルが逆になっているのかもと北米版を起動しても、こちらも英語のままなので、要するに日本版が収録されていないのじゃ。設定画面で言語設定を切り替えることもできないので、これも明らかに収録ミスではないかと思われる。ファミコン版のザ・ロード・オブ・キングも日本版と北米版のタイトルが逆じゃな。こちらもサムネイルは合っているのに、タイトルだけ間違っているのじゃよ。ちなみにソルディバイドのセガサターン版はちゃんと日本版が収録されている。まあ当たり前なのじゃが。そしてファミコンの隠れた良作であるマジック・ジョンも収録されているのじゃが、こちらも北米版のタイトルがマジック・ジョンのままになっている。正しくはサムネイルの通り、北米版はトータリーラットのタイトルで発売されているのじゃよ。というわけで、最初にも言った通り、どちらも翻訳や表記、収録内容について非常に雑な印象があり、残念なのじゃ。
コレクションと銘打っているだけに、こうした翻訳や紹介文などにもこだわってほしかったのじゃよ。収録内容としてはなかなか魅力的なだけに、この辺りはもう少し丁寧にやってもらいたいものじゃな。アップデートなどで修正されることを祈りたい。ちなみにポリメガコレクションの細かい収録内容や不具合についてはノートの記事としてまとめているので、興味がある方は参考にしていただけると幸いじゃ。というわけで、今回もアップデートの話はほとんどしていないが、ここまでじゃ。もうすぐ2025年も終わるが、結局レトロガンや新モジュール、リミックスなどハードウェア関連の動きはないまま終わりそうじゃな。まあ、ポリメガコレクションがそれなりに発売され、何らかの動きがあっただけでも、今までよりはマシかもしれないが、年明けまでにもう一度くらいアップデートがあることを願っているのじゃよ。では、次回もよろしくな。あれ？おーい、サキ、終わったみたいだよ。あら、そういうことはもっと早く言わないと。出遅れてしまいましたわ。大丈夫だよ。誰も見てないって。